Welcome to Director's Notes, everyone. It's my absolute pleasure to be joined on the podcast today by legendary director Nishio Daisuke. Welcome to Director's Notes, Daisuke. こちらこそありがとうございます。To start off, before we dive into Magic Candies, I wanted to ask you about your career in animation. 作品歴で言うと、この業界、この仕事について、最初にやったのが、ドクタースランプあられちゃんの演出ですね。で、その後に、ご存知かどうかわからないけど、ドラゴンボールの演出チームに入って、その後は、テレビ、いわゆる、それもテレビシリーズなんですけど、そのずーっとテレビシリーズを、やりながら、ドラゴンの後ってなんだっけ。シュート、青き伝説シュートっていうサッカーものから、それ1年しか続かなかったですが、それからまた同じテレビシリーズで、ゲゲゲの鬼太郎というのを1年間。で、その後に探偵ディティクティブものっていうか、ディティクティブですね。推理もの。で、高校生の探偵が活躍する金田一少年の事件簿。で、それが終わって、しばらく他の人たちがやってる作品を手伝いながら、その後なんだっけな。その時かな、近代一少年の事件簿が終わって、ちょっと経った後に、インターステラー555っていう、ダフトパンクのプロデュースした、オムニバスの長編アニメーションを手伝いました。これは僕が監督じゃないんですが、で、そうこうしてるうちに、二人はプリキュアっていうやつが決まって、で、それを2年間やった後、テレビシリーズはちょっと離れて、ちょっと実験的な短編とか CG の企画のお手伝いをしてましたね。I'm a really big fan of Interstellar 555, and my sons will never forgive me if I don't thank you for Dragon Ball Z because they are huge, huge fans of all of those shows and the films that have spun off from them. こちらこそ光栄です。ありがとうございます。I watched an interview with you earlier when I was preparing for this, and is it true that you came to work at Toei by happenstance, and that wasn't, your plan? これ実はまあいろいろといきさつがありまして、僕はもともとその絵を専門にする学校だったりとか、絵を専門にする、いわゆる専科を、取ってなかったっていうか、もう全然関係のない、いわゆる普通科の高校生、大学生で、経済学部、単なる経済学部だったんですよね。ですから、別に専門的に絵とかアニメーションとか、あとはいわゆるアート一般、彫刻も含めてですけど、そういうものを勉強してたわけではないんですよね。それで、関西では4回生と言いますけども、最後の年の、就職を実はずっと悩んでて、就職活動自体をしてなかったんですよね。それで、大学に1年か2年残って、いろんなところの、その就職活動をしようかなと、改めてしようかなと思ってた時に、年も暮れになって年末ギリギリだったと思うんですけど、実はその当時、東映アニメーションの社名は東映動画と言ってましたが、東映動画が突然求人募集、スタッフ募集をすると。つまりこれは社員とか正規雇用とかっていうことではなく、スタッフ要員を、募集したんですよね。それも実は、社員募集も20年来やめて、で、東映動画自体が、個別独自に、スタッフを、雇用するために、スタッフ試験をやるっていうのも20年ぶりだったらしいんですよね。それで、そのニュースを友達から聞いて、どうせ、他の就職活動はしてないので、ちょっと一回受けてみようかなと思って受けたのがきっかけです。Moving on to Magic Candies, I'm curious as to how you, an Japanese animator from working with an Japanese animation studio, came to be adapting a Korean picture book. あこれは主に鷲尾くんへの質問の方が、正確かなとは思いますが、
和尚くんの発想としては、プロデューサーのね、和尚くんの発想としては、とにかく何かのきっかけで、この絵本に出会ったそうです。で、そこでその内容に痛く感動して、ぜひとも映像化したいっていうのが彼のモチベーションだったみたいですね。それで、そう紹介されて僕も絵本を読んだんですけど、やっぱりそこは感動しましたね、同じように。で、感動したので、これは別にその日本のもの、韓国のもの、あるいはそのヨーロッパのもの、北米のもの関係なく、これはいいなと思うと、やっぱり自分たちのその、なんていうかな、手持ちの技術の中で自分たちとしてはその作品として成立させたいなというふうに思うのは、多分、モチベーションの最初の頃なんじゃないでしょうかね。And was it right at the beginning that the decision was made that because it's not just an adaptation of a single book, Magic Candies, it also includes the kind of prequel book that came before that, I Am a Dog. So was that something that you arrived at right at the beginning or further down the process as you began to prep and work on the project? それはですね、そのプロットを作る段階で、その時は僕は、まだ入ってませんでしたけど、プロットからシナリオへ作る段階で、ほぼほぼ和尚くんが指揮をしながら和尚くん自身も書いたりしながらしたんですが、えっと、なんて言うんでしょうね。マジックキャンディー、そういわゆる飴玉だけをその母体にして、シナリオを作るよりも、これは結局結果的に和尚くんが書くことになるんですが、飴玉だけを原作にして、シナリオを作るよりも、その背後にある、かつてどうだったかっていう、そういう記憶を一瞬、あるいはワンシーンでも入れた方が、今の飴玉の世界に、現在の飴玉の世界に厚みが増すんじゃないかというふうな判断をしたんだと思います。How close was the collaboration process with Beckina as you went through? Because if I'm correct, the overall project, including the preparation time, was 4 years. So, was it a case that you spoke at the beginning, or was there constant dialogue back and forth between you and her as to, how the project was developing and, how it looked? And did you run things past her? How did that process work? まず僕がそのスタッフとして入るまでに鷲尾くんはほぼほぼ2年間、この作品の準備をやって、そこはもうペクヒナさんとディスカッションはしてたみたいですね。で、僕が実際に、じゃあ僕がやるっていうことに僕自身決めて入ってから、もう一回そのシナリオを、自分の頭の中ではプロットに戻しながら、またセリフも再構築しながら、こういう作業ってやるんですけども、いわゆる絵コンテに入る、絵コンテの作業に入る前のラフのイメージだったり、ラフの絵コンテ作業だったり、あるいはプロットにおけるセリフの僕の提案だったりとかとも含めたら、多分僕が入ってから3年ぐらいかな経ってます。これちょっと確認しますね。3年ぐらい。うん。去年の3月が上映だったよね。そうです。今年の3月か、ニューヨーク。去年か。はい。だから、一昨年のもう10月か。完成した。完成したの。はい。2020。で、その年の5月に、一昨年の5月に韓国ロケ。そうです。で、その前の1年かけて絵コンテ作業ですよね。だからその前からだから、やっぱ3年ぐらいだね。はい、ごめんなさい。今からすみません。時間取らせました。確認しました。3年ぐらいです。バックボーンを説明したところで、そのペクヒナさんとの、なんていうかな、そのディスカッションだったり、コミュニケーションだったりの話に、やっと移りましたよ。ごめんなさいね。和食は和食で、その実際の僕が入ってからの具体的な作業の前に、ほぼほぼ2年間、彼女とコミュニケーションを取ってました。ほんで、僕が入ってからは、もう常にプロットの段階で出た、なんていうかな、アイデアとは言わないけど、プロットの段階で出た自分にとっての提案だったりとか、あとはその、向こうの生活の様式だったりとかっていう疑問だったりも含めてですけど、そういうものをずっと入ってからはずっと和食を通して常にペク先生に、バックして、それフィードバックをもらってましたね。で、実際絵コンテの作業の時も、
いわゆる向こうの中流家庭、あるいは団地に住んでいるその人たちの子供から大人まで、立ち居振る舞いについて僕の認識は間違ってないかどうかを、それはまた、ペク先生、ペクさんに確認をしてもらいました。和食を通してですけど。で、ずっとそういう作業をやりながら、僕も絵の作業を並行してやっていった。で、ほぼほぼですから、作品が完成するまでの間、ほぼほぼペク先生、ペクさん、ペク先生とは、和尚君を通して、あるいはその向こうにいる韓国チームを通して、フィードバックを求めてた形になるし、ペクさんはペクさんで、気になったところは必ず僕らの方にフィードバックをしてくれる。なんかそういうふうな、関係でしたね。Am I correct in thinking that you, as a team, traveled to Korea to, I suppose, fully absorb the environment and atmosphere, so that you could convey that into Dongdong's world in the film? そうですね。大体正しいと思いますけど、半分当たってるって言った方が正解かもしれないですね。実は、絵コンテがある程度一通り完成してからロケハン行ったんですよね。そう。だから、ロケハンはロケハンで、よりそのディテールとか、いわゆる現実味とか、あとはまあまあ、同じ言葉ですけど、リアリティみたいなのを完成させるための膨大な写真をみんなが撮って、それぞれのセクションの人たちは認識を深めながら、そのロケハンで、まあ、実際のものづくり、作品作りにフィードバックしてるので、かなりのそのなんか、細かい、あるいはそのディテールだったりとか、あとはそのデータの本当に緻密な部分だったりとかっていうのは、よく肉薄できたとは思ってます。加えてですね、その絵コンテが一通りできた後に韓国のロケハンに行っているので、まあさっきお話ししたように、そのロケハンの経験が、なんていうかな、その絵コンテ作りに役立ったというよりは、まず行ってもないソウルの街をいろんな、まあペクさんからかなり膨大な量の写真資料だったりとかもらってたので、まあ、それを、それとか、そのいろんな、まあ、文章的にも説明があったり、解説があったりしたものを、ペクさんがサイドからもらったものを読みながら、自分としては、これ、飴玉に限らないんですけれども、まずは、なんていうかな、その世界をよく知っている人たちとそんなにギャップが生じないようにまでは頑張るんですよ。資料を見ながら。想像で。で、なんていうかな、それが、自分としてはある程度、なんていうかな、その認識の溝はある程度埋まったぞっていう自信がついてから、それからロケハンに行くっていうのが今回のパターンでしたよね。いずれにしたって、これまでの仕事の、経験で言うと、まあこれ変な話ですけど、ナメック星やら宇宙やら、やっぱり行けないですよね。そんなところばっかりの作品やってきたもんで、そういうものに対する認識がより一般的に受け入れられるかどうかっていうのは絵コンテの作業をしながら自分で格闘するんですよね。で、ある程度、周りの認識も含めて、ほぼほぼ間違いないよっていう風な感触を得た上で、さあ、現実、とにかくロケハン行って細かいところをいっぱいその資料を取ったりして、今度はその穴を埋める。っていう作業。で、並行してペクさんとか韓国のスタッフなんかもそうですけど、やっぱり細かいこと、つまり立ち居振る舞いとか、こういう部屋に来た時にまずどこドア開けるのとか、あとは自分の部屋に入るのにどこを経由する場合が多いかっていう、実際にそこで生活した人なら普通にわかるけれども、例えば僕らだって他人の家に行ったら同じ日本の東京の中にいても、他人の家に行ったら動線っていうか人の流れがね、動きが、足跡が違う場合がやっぱ多いので、それを、韓国チームのメンバーにも、ペクさんにも聞いたりとかして、自分としては、より自然に現実感があるように、で、臨場感を壊さないようにやったつもりですね。
the thing that I think struck me immediately when I hit play on the film is the beautiful textured look of the world, like from the characters and their skin through to the the tiny details such as the fraying on the bottom of the sofa. So I was hoping that you could provide some insight into, I suppose, some of the techniques and the tools that you used to make the world look so rich, because it put me in mind of the thumbprints that you can see on claymation as well, which I know is something that was kind of present in the original source material, but I'm interested in how you then brought that into this 3D realized, very lived in world. そうですね。それ、スタッフ含めて、スタートから本当にラストの瞬間まで悩んでた、手探りで悩んでたとこですかね。今回の、まあ、いわゆる信頼するスタッフっていうふうにこう言わせてもらってるんですけれども、アニメーションも、今のそのテクスチャーに関わるモデリングから、まあ、実際のそのライティングに至るまで、各セクションの人たちが、なんていうかな、実在感が失われないように努力したのは、まあこれ事実ですね。で、僕実際にその中、いわゆるこう CG のオペレーターではないので、実際のそのツールがどうで、このツールを使って、このツールをこういうふうにアレンジをしながら手を加えていきましたよとか、ただでさえ、膨大な量のデータをこのやり方だったら一つの画面に落とし込めるぜっていうふうな、そういう技術的なところは、まあ今一つちょっと疎いので、そこはちょっと避けますが、それについては、各セクションのスタッフが本当に、例えば、ソフトの、レベルってあるじゃないですか。で、そのソフトのレベルが達してないとき、どう工夫すれば、そのレベル以上のパフォーマンスを、例えばそのソフトにね、出せることができるかとかっていうのは、すべてのモデリングから、まあアニメーションから、あとはテクスチャー、それこそテクスチャーから、あとはライティングから、あとはその背景まで、すべてのセクションが今回の場合全部緻密に努力してましたね。ですから、いわゆる機械的なツールの能力以上のことをきっと画面に出したんじゃないですかね。はい。それからクレイと CG アニメーションとの関係ですけど、多分、思い切りのいい人は、多分原作の絵を見てクレイアニメーション、もう苦労してでもいいからクレイアニメーションにしたかったんじゃないかなとは思いますが、僕らは、まあ、ご存知のように、僕、本当にスタートが二次元で、それから、いわゆるこう、家系のアニメーションの世界でずーっと行ってて、で、立体のもの、いわゆる 3D って言っても立体物をその一コマずつ動かすっていうクレイアニメーションとはちょっと程遠い世界にいたので、どっちかというと、実際にその仕事をする中で、あるカットについては、あるいはあるシーンについてはっていうふうに技法として使う、いわゆるコンピューターグラフィックスっていうのは経験があった。で、今回のアニメーションプロデューサーを務めた西川君とも、比較的会社の中、東映作品としては、早々期の帯ってわかるかな帯はまあ、毎日5分ずつやるような、そういう短編のフル CG のアニメーションを作ったことがあるんですけど、そういうなんか大変だけど、出来上がった時に楽しいなっていう、気持ちは共有できてたんですよね。ですから、スタッフとして今回は、まあ、たまたまなのか、和尚君は完全に指名して、西川君指名してましたから、たまたまってことはないと思いますけど、要するに僕らとなんかこう、かつてつながりがあって、あの時に大変な思いはしたけれども、すごく素晴らしい体験だったっていうふうに言い合える数少ないスタッフが今回目の前にいたんですよ。で、それが、多分、その気持ちが今度はいろんなアニメーター一人一人、例えばそのライティングの一人一人、モデリングの一人一人にも多分伝わってるっていうような気がするんですよね。で、そこで、ですから、その機械のパフォーマンス以上のものを、一人一人が引き出すことができたっていう。ね、本当はそのことやっちゃいけないんだろうけど、あんまり自慢することではないんですが、まあでもそれが結果的には、今回の絵面っていうね、先ほど言われたテクスチャーの、見え方だったりとか、そういうことに影響はしているような気がします。それと、
やっぱり発想としてクレイアニメーションのようなものを今度は CG で作ろうと思うと、やっぱり偽物になりますよね。そこは警戒しました。最初に入るときはいろいろ悩んだんです。CG、クレイアニメーションらしいものを作ろうとか、もっともっと CG、いわゆるオーソドックスな CG アニメーションらしいものの方がもっと受け入れられやすいんじゃないかとか、もう一人の中で自分の中で葛藤するんですよ。もう決まるまで随分時間かかる。だけどやっぱり思ったのは、僕らのいわゆる良さっていつも何かというと、二次元だろうが、なんていうかな、リミテッドアニメーションだろうが、やっぱり伝えるものっていうのは、絵の技術だったりとか、動きの滑らかさよりも、臨場感あったねっていうことで評価されてきたような気がするんですよね。ですから、CG アニメーションという形をとっても、実はペクさんが作ったキャラクターが生き生きとお芝居やってるでしょっていう、そういう方法でアニメーションを作りたかった。作るというふうに、まず決断した。Given that, the book is obviously a different medium to the film, were there any elements of the story that didn't make sense to appear in the film in a three-dimensional world as opposed to the two-dimensional world of the original source material? 比較的なんていうかな、その思考の過程の中で、これはあんまり意味がないなっていうふうに最初から排除するような考え方をそもそもしないですかね。すべてが可能性のテーブルの上にあって、やがてこれを抽出するとか、やがてこれとこれとは融合させるとか、なんかそういうふうに決まっていくような考え方を僕いつもしてるような気がします。ただ一つだけあるのは、やっぱり最終的に求めたいのは、ペクさんが想像したあのキャラクターを生き生きと動かすっていうところは、もう最初から最後までそのつもりだったので、そういう意味では、まあそういういろんな並べたテーブルの中で、まあいろんなものをこう排除したり融合させたりしながらも、とにかくこれペクさんが作った、あの創作物だぞと。それがあたかも隣にいるようにお芝居してるでしょっていうのは、それはもうずっと頭が、制作に入った最初から最後まで一貫してました。That's most certainly the case. You feel that you could kind of just put your hand in the screen and touch them and kind of pick them up. I wanted to, as gorgeous as all the film is up until that point, the absolutely breathtaking scene is the falling leaves at the end, towards at the end of the story. And I'm curious for you as the director, what the symbolism of that final scene and and those leaves, and obviously we see Dong Dong kind of move on and take a first step, and what the symbolism of that means to you. まあでもおっしゃる通り、一歩踏み出す、いわゆるなんていうかな、バックグラウンドとして、ふさわしい、なんて言うんでしょう、その不思議さもそうだけれども、やっぱりちょっとほんの気持ちの非現実感と、それと、やっぱりほんの気持ちの圧倒的な、なんていうかな、物流ですかね。つまり、普段葉っぱもみじも含めて紅葉がたくさん流れて綺麗っていう風景はあるんですけども、あそこのシーンはやっぱり少しロンドンというキャラクターを取り囲む環境として少しちょっと、なんて言うんでしょうね、不思議さがプラスされてたり、あとは多少の誇張がプラスされてたりするんですよね。ですから、まあ、その20分通しての、やっぱり、まあ、クライマックスといえばクライマックスらしい、ロンドンの背景としてふさわしい絵面はどうかっていうところからやっぱり考えてましたよね。Magic Candies premiered last year at the New York International Children's Film Festival and was also nominated for Best Short Film at London Film Festival, as well as at the AFI Festival for the Grand Jury Prize. It was nominated. But now, which sparked this conversation, the film has been nominated for an Oscar, which is, the first Oscar that Toye has been nominated for. And I'm curious for, such a lauded studio and you yourself as such an widely admired director, what that Oscar nomination means to you all there.
ということであれば、まあ別にそのなんか、東映初とかなんとかを意識して別にね、この作品を作ったわけではないので、まあこの作品作った動機はとにかく、まあ、これちょっとあまり公に言うのはどうかなと思うんですけど、商業的な、なんか、利用の仕方だったり、例えば劇場とかテレビで放映するとかっていう、スキームとして、その出口が見つかっている作品では全然ないので、だから、もうとにかく、ここに集まったスタッフは、この作品自体を作り上げることが、まず、第一の目標と目的でしたよね。ですから、むしろですね、僕だったり、僕たちチームにとってのこの作品っていう意味で言えばですよ、ある目標、例えばその商業的ななんか利用価値があったり、あるいは商業的な目的があって、どこかに出品をするとか、どこかにテレビ局にかける、映画館にかけるとか、そういうふうな、その先の見えない、普通だったらそうするんでしょうけど、そういう商業的目的とか、あとは具体的な目標がまだ定まってなかった時に、やっぱりこの作品を作り上げること自体が自分たちの存在証明にもなるんじゃないかっていうことで、みんなのモチベーションは上がってきたような気がします。で、それが結果的に、いろんな地域の人たち、まあヨーロッパも含めて、まあそのね、先ほどお話出たケンブリッジやロンドンの話もそうですけど、ヨーロッパの、まあ、チェコも、アムステルダムも含めて、で、最初やったのはニューヨークですけども、いろんな地域の人たち、それぞれ微妙にひょっとしたら可能性は違うのかもしれないけれども、でもやっぱり同じようにこの作品を受け入れて、で、同じようにこの作品をご家族みんなで感動してくれたっていうことに対して、やっぱり自分たちは、なんかこう、そこで一つのやりがいみたいなものを改めて確認しましたからね。For my final question, I wanted to ask because it's something that as soon as I had finished watching the film, I was asking myself. So I wanted to ask you in closing, um, if the magic candies, existed in reality, whose voice would you most want to hear, and what would you want to say to them? 以前、なんか聞かれたこともあって、自分としては、やっぱり、決まってなかったので、誰かの何かの声が聞きたい人に、その飴玉を渡しちゃいますね。というのは、やっぱり自分も誰かの、あるいは何かの声を聞きたいっていうふうに常にはみんな思ってると思うんですけど、多分、僕以上にもっと必要な人がいるんじゃないかっていうのがいつもなんか頭のどっかにあるので、やっぱりそういうふうに答えてしまいますね。That's an absolutely beautiful closing to the interview. I want to thank you so much for taking the time out today and for being so open about the process and the creation of Magic Candies. And also wish you luck in the up and coming awards. はい。いや、でも今日のインタビューもそうですけど、本当に誠実な質問で逆に言うと僕の方が感動しています。光栄です。ありがとうございます。